皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は公式漫画、東方暴月賞の後編を解説していきますよ。まだ前編を見てない方はまずこちらから見るといいぞ。前回はレ夢ム、マリサ、昨夜、レミリアと妖精メイド3匹が乗り込み、レ夢ムの新能力で、住吉さんの神下ろしを行い、ついにロケットが月へと飛び立ったところだったよな。そう、そしてついに東方界でも最強と言われる頼姫との死闘や、ゆかりの企みの裏側も解説するので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。前回のあらすじはついにロケットを発射し月へ向かうレミリア一行、それを眺めていた永遠帝の住人たちからスタートです。侵略者は吸血鬼のことだったのかとかぐやは言い、あのロケットでたどり着くのか心配していましたが、念のためと月の賢者であるエイリンが確実にたどり着く仕掛け、月の羽衣を貼り付けておいたことを話すと冷戦が吸血鬼が月を侵略することを望んでいるのかと疑問をエイリンにぶつけました。しかしエイリンは、本当の犯人を見つけ、月の都を守るためにロケット計画を成功させようとしていることを明かすんだぜ。ちなみにエイリンはすでに黒幕が誰なのかは分かりきっていたようです。やっぱり制作者ズンさんも天才というほどだけあってエイリン天才すぎるな。そして、そんな話をしていて少し空気が重くなったところに、地上のウサギである稲葉帝があんな連中より、賢い御人についてよかったよ、と場を和ませていました。さすがは幸運の白ウサギだけあるぜ。そして時が経ち、ロケット開発に大きく貢献したパチュリーのところにエイリンとかぐやが訪れました。ここでどうやって、どういうつもりでロケットを作ったのか問い詰めるエイリンに、パチュリーはその真意を明かします。実はパチェはレミリアがゆかりに踊らされてることも、ロケットに月の羽衣が仕掛けてあることも、本当に月を攻めるのを望んでいるのがゆかりであり、故に都合よくロケットの情報が手に入ったことも、すべて分かった上でロケットを作ったのですよ。ゼーレのシナリオ通りぐらいあまりにもうまくいきすぎていたもんな。今エヴァは関係ございません。実は単に友人であるレミリアのわがままに付き合っただけだったのですよ。パチュリーめちゃくちゃいい子じゃん。あと地上に残ったのは痛い目に遭いたくないからといい、それを聞いたエイリンは月に対する敵意はないと判断したのかかぐやと共にその場から手を引きます。ここのやりとりはかなり緊張感あったよな。エイリンがパチェの従者である小悪魔を人質にして脅してきましたからね。いやそんな物騒なシーンなかったよね。そして、レミリア一行はついに月にたどり着くと、海の上に真っ逆さまに墜落してロケットは粉々になってしまいました。乗組員は無事で、レイムとマリサは幻想郷に海はない豊かの海を呆然と見つめていました。ロケットは大破したら帰りはどうするんだ？一方レミリアは初めて来る月に興味津々で付近を探検していました。こういう子供心を持ったレミリアは可愛いところですね。またどういうわけか、周りには桃の畑ばかりだったよな。確か展開も桃のような果物が主食のようだが、何か繋がりがあるのか？書籍文化新報によると元月のウサギである冷戦が言うに、かぐやや、エイリン、綿月姉妹といった地位の高い人たちが食べるものが桃だったようですよ。1000人より上の存在である天使の帽子につけているのも桃のようですが、地位の高い人は桃を食べるようですね。なるほど、それは知らなかったよ。レイム部長詳しすぎるぜ。私はお金がないのでよく落ちていた桃を食べていました。詳しい理由が悲しい。そして海を眺めるレイムとマリサの元に、長い刀を持った少女が現れたのです。そう、ついにエイリンの弟子である頼姫とレイムたちが出会ったのですよ。住吉三人を呼び出していたのはレイムであったことを確かめると、その刀、祇園様の剣を地面に刺しました。すると大量の刀が地面から生えてきて、レイムとマリサを閉じ込めてしまったのです。ほう、刀を使うキャラなんて珍しいな。そこへレミリアと昨夜、玉兎たちが戻ってきて、レミリアの前にあっさり逃げてしまったことを報告。それに呆れる頼姫ですが、すぐさま何かの術をレミリアに放とうとしました。しかし、その瞬間昨夜が時を止めて頼姫の後ろを取り羽交い締めにするのです。このシーンはマジで昨夜の強さがよくわかるし、かっこよすぎるんだぜ。いつの間にか昨夜に捕まったことで頼姫は驚きます。昨夜が刀を地面から抜くと、レイムとマリサを閉じ込めていた刀も引っ込むことができました。それにしてもなぜ頼姫はいち早くレイムたちがいるところに行けたんだ？それはエイリンの手紙に関係があります。頼姫は豊かの海に現れる敵を迎え撃つようにと指示が書かれていたのですよ。その敵は頼姫の潔白を証明するのに役立つとも。そして、その通りになったのです。エイリン先生もしかして未来予知の能力も持ってます？話は頼姫に戻って、なんと地上にはほとんどないほどの高熱の日を頼姫は呼び出したのです。その日は全てを焼き尽くす神の日、愛宕様の日だったのですよ。ちなみに愛宕様の総本社は京都にあるんだぜ。なぜこんなすごい技を出せたのかというと、頼姫の力はレイムが最近習得した神下ろしの完成形だったからです。頼姫は、レイムが不正な神下ろしをしたことにより、謀反を疑われていました。
再び頼姫は能力で下ろした祇園様の剣で霊夢たちを閉じ込め、その疑いが晴れることを喜んでいました。マリサは頼姫と戦っても勝ち目がないことを悟り、降参を宣言します。マリサって意外と冷静だよな。数々の異変解決を行ってるだけあり、状況判断に優れていますね。その代わり、幻想郷の知的で美しい決闘ルール、スペルカード戦による決闘を提案します。精神的な戦いであれば、好きで忌み嫌われている殺生をして無駄に血を流すこともないということで、頼姫もそれに承諾しました。マリサは勝っても負けてもおとなしく地上に帰ることを約束し、それならばと頼姫は決闘に乗ることにしたのです。レミリアは昨夜に決闘の一番手を命じました。昨夜は自慢の時間を操る程度の能力を活かし前線しますが、頼姫は再び神下ろしの能力で雷雨を降らすことで、時を止めても、雨まで止まってしまい、全く身動きが取れなくなってしまった昨夜はこれでは勝てないと思い白旗を上げました。なるほど、時を操る程度の能力みたいなチート能力でもそんな弱点があったとは、というか、それを戦いの中で思いつく頼姫天才すぎるぜ。頼姫も超長生きしている人物なので、かなりの経験があるからこそでしょう。ちなみに頼姫は、800万の技があるので1人と2つしか使わなければ399万回連戦しても勝てると言ってますね。まさにぶっ壊れやん。さすがのズンさんもインタビューで漫画にしか出せれないキャラというほど、そして2番手としてマリサが立ち上がりました。2本放つダブルスパークで攻撃しますが、一方は同じように構えた剣に切り裂かれ、もう一方は剣を構えたまま呼び出した石行奪いの血が作り出した矢田の鏡によって跳ね返されて、マリサは降参します。ちなみに、ここで何を思ったのか頼姫はマリサの星の弾幕を食べて甘いと言っているぞ。頼姫まさかの天然説。そして次はレミリアの番となりました。一方その頃ヨウムとユユコは湖のあぜに来ていました。これからやることは一つだとユユコが言うと、ヨウムはコウマ間の家探しなのかと答えます。ユユコはそれを聞くと腹を抱えて爆笑していました。そんなに爆笑していないけどね。そしてヤクモゆかりとその式神であるヤクモランは賢者の海にたどり着きました。月の賢者はちょうど留守だったので、待ちますかとランが言うと、ゆかりは、そうではなく賢者の住処に忍び込んで珍しいお宝を奪ってきなさいと言いました。おいおい、まさかの盗みなのか？そう、そんなことで1000年前の雪辱を晴らし満足できるのかとランが尋ねると、ゆかりは、それでいい。どうせ地上のものは月の民にかなわないのだからと言います。そして力では、と付け加えていました。ただ盗むだけではなく何か裏がありそうだな。話はレミリアに戻し、前回紹介した通り自慢の体術を活かし、なんと頼姫に腰をつかせていました。さすがに衝撃的な光景だったのか。それを見ていた月のウサギたちはみんなびっくりしていたぞ。スペルも使用しましたが、最後はレミリアの渾身の肉弾戦も頼姫が呼んだアマテラス大神によって倒されました。800万の神々で最高位に位置している神を呼び出すこともできるのかよ。それを受けて目を回すだけのレミリアもさすがですね。ちなみにレミリアの負け顔があまりにもキュートなので必見。レミリアのボロ絵は存在しないから激レアだよな。そしてついに東方の美しき美少女であるレイムが戦う番となりました。自分のおかんのところだけやたら褒めるなし。しかし、レイムはすでに手落ちについていました。レイムは神様相手だと戦いにくい、もっと妖怪らしい妖怪を退治したいとあまりの力ではなかったのですよ。しかし、頼姫に大入りと書いた1枚の札を投げつけたんだ。札を切り裂く頼姫だが、札からは黒い何かが現れたんだぜ。それはレイムが下ろした、オホマガツヒの神が溜め込んだ薬剤であり、月に寿命をもたらす汚れだったのです。レイムも神を下ろす能力を手に入れていたんだぜ。もしレイムのぶっ壊れ能力について知りたい方はこちらを見るといいぞ。一方ゆかりが賢者の住処への境界を開け、中に入ったゆかりとランはどういうわけか幻想郷に戻ってきていて、驚き戸惑っていました。夜空に浮かぶ満月は少し欠けていて、月と幻想郷をつなぐ境界は閉じて、戻れなくなってしまうのです。そしてゆかりのところに、これはエイリンの仕掛けたトラップなのだと、豊姫と霊仙が現れました。またエイリンの仕業なのかよ。宇宙最強の看護師、ロケットはおとりで本物は静かに現れる。エイリンの手紙の通りになったと豊姫は語ります。呆然とするゆかりに対し、自分と一戦交えるのかと自信満々に問う豊姫。ちなみに両者はそれぞれ境界を操る能力を持っています。ゆかりは言わずと知れた境界を操る程度の能力なんだが、豊姫は山と海をつなぐ程度の能力を持っているんだぜ。量子論を応用し月と地球、表の月と裏の月をつなぐことや、月と地上、さらには遠距離を瞬時に結びつけて、自分が自由に行き来したり、他人や物体をワープや転送することができるんだ。めちゃくちゃ便利な能力だけど、ゆかりのチート能力と実力なら勝てそうな気がするけどどうなの？豊姫の能力は一見サポート系の能力と思われがちですが、作中ではゆかりの式神が取り付いたカラスを表の月、つまり宇宙空間に送り込み窒息死させるなど攻撃にも十分転用可能です。物騒すぎるだろ。その頃レイムと頼姫は互いに息を切らして戦っていました。キリがないと思った頼姫は伊豆の奪いを呼び出し、
霊夢の汚れ弾を払っていたのです。巫女の姿の髪など聞いたことがないと霊夢は言いますが、頼姫は勉強不足ねと言って、剣を霊夢の首に突きつけました。一方で、幻想郷では豊姫がゆかりの首にセンスを突きつけていました。結界少女大ピンチじゃん。なんで東方 M1 コンビ名なんだよ。そのセンスは森を一瞬で素粒子レベルで、浄化する風を起こす月の最新兵器だったのです。月の民の技術力半端ないな。能力に加えて、その武器は反則級だぜ。しかしゆかりは大笑いし、降参を宣言します。さらにはまさかの土下座までして許しを得ていました。嘘だろ、あの大妖怪ゆかりが降参宣言。そしてゆかりとランはフェムトファイバーの組紐で縛られ捕らえられました。フェムトファイバーは不浄なものの出入りを禁じるために使われた縄で、本当は月の民に逆らう者を封印する役割を持っていたのです。それこそが出雲の大社で大国主、つまり大黒様を封印する締め縄であり、新しく幻想郷に来た諏訪の神社にあるものと同じ意味を持っているんだぜ。豊姫は、頼姫の方の戦いも終わったことの報告を受けます。これで月に忍び込んだ不浄なものは全て捕まえたと言います。それを聞いたゆかりは、縛られたまま怪しい笑みを浮かべたのです。ほう、ゆかりは何かまだ企みがあるのか。永遠亭では霊月祭が行われていて、うさぎたちはまた大黒様に感謝する歌を歌いながら餅をついていました。そこへ霊仙が現れ、帝に封書を渡します。その姿を目に、月の使者より地上の神様の方が頼りになるじゃないかと帝は言います。そして神社から霊夢がいなくなって25日、他の者は帰ってきたのに霊夢だけが帰ってきませんでした。その頃社名丸は、そろそろ新しい巫女を探さなきゃいけない時期なのかと呟くのです。これは意味深すぎる発言だよな。謎多き白霊神社について、1000年以上生きている綾は何か知っているようですね。そして綾は高魔館に潜入取材をしに行くも、レミリアの興味は月から別のものに移っていて、話を聞くことはできませんでした。しかし、ちゃんと霊夢は帰ってきたのです。一体霊夢はなぜ月にいることになったんだ？それは頼姫には身の潔白を証明して謀反の噂を消す必要があったので、自分以外、霊夢にも神下ろしができることを見せて回っていたので、時間がかかったのでした。そして霊夢は社名丸に月の土産話を語りました。手を触れずに自動で開く扉、文字の拡大縮小が自在な本、月の民は明るい人が多いなど、今まさに私たちが持っているようなものがもう月にはあったってことだな。そして、見覚えのある亡霊がいたことについて、そこにレミリアたちがやってきて、お詫びを兼ねて霊夢たちを海に招待すると言ってきたのですよ。これで新しい記事が書けそうだと喜ぶ社名丸ですが、その横で見覚えのないカラスが飛び去ったことに気づきました。そのカラスってまさか。そう、子供のように悔しがるゆかりだったのですが、式神からカラスが去ったことの報告を受けると、途端に態度を変えて勝利宣言をするのです。このカラスは見張りだったのです。ちなみにゆかりは1000歳以上、それに幻想郷内でも古参の妖怪なので相当生きてる妖怪ですが、喜び方は完全に17歳だったので注目。片腕上げてガッツポーズだったもんな。それでは一体何が起きたのか、解説しますね。ゆかりは最初から月の民と一戦交えようとなどしていなかったのですよ。なるほど、だから力ではネット付け加えていたのか。正面から侵入するロケット組はおとりであると見せかけて、さらに侵入するゆかり自身もおとりだったのです。ゆかり自身もおとりだったのかよ。じゃあ、一体誰が月で何をしたんだよ。2種類のおとりで豊姫と頼姫の2人を個別に引きつけて、その隙にゆゆ子を月に侵入させたのですよ。なるほど、ここでゆゆ子の登場ってことか。ゆゆ子たちは死者であり、すでに浄土の住人であるので、汚れがないのですよ。つまり月には幽霊や亡霊はいないってことね。そう、だから月の都に忍び込んでも目立たないので、空き巣には最適だったのです。そこまでしてゆゆ子が賢者の家から盗んできたものは、一つの古びた壺、それは月で付けられた蝶々古酒だったのです。話はレミリア一行に戻って、レミリアの言う海とは図書館に作ったプールでした。月の綺麗な海を見て高魔館に作ろうとしたのね。なんとレミリア、レイム、マリサの水着姿が見れる超激レアシーンを見れるのですよ。私あまりにも興奮して鼻血でそのページ見れなくなりましたが、鼻血の量やばすぎでしょ。冬にプールに入るのは妖怪はともかく人間には寒いだけなのでちょっと不良でした。レミリアは冬でも半袖で入れるぐらい体が頑丈だからな。そこへゆかりとゆゆ子が現れ、いい酒が手に入ったので宴会をしようと言います。ちなみにヨウムもお酒を飲んでいたが顔を赤くしていたんだぜ。お酒弱いミョンちゃん、そしてレイムは月みたいな海ができてもやることは一緒ね、と語ります。そのことにゆかりは、それが汚れだらけの人間のいいところでしょうと言いました。ゆかり、妖怪だけど土星論だな。もしかしたら、ゆかりイコールメリー説を彷彿とさせてくれているのかもですね。謀反の噂、月面戦争、住吉三人ロケットの侵入、それをおとりとして侵入した黒幕、それらは全部酒を盗み出すことに使われていました。してやられたことに気づいた若月姉妹はギャフンと言わされてしまいました。しかし、
ここまで念入りに計画をしていましたが、本当にゆかりの目的は、酒を盗み出すことだったのかはかなり疑問ですね。さて、東方暴月賞のストーリーはここまでです。東方暴月賞はゲームでは見られない長期の頭脳戦や、スペルカードの死闘が見れるところがいいよな。まだまだ紹介しきれていない部分もあり、ファンには嬉しい要素がたくさんあるので手に取ってみてみてくださいね。ちなみに、これは案件とかではなく東方を愛するファンとしてのコメントだぞ。皆さんには連続で受講してくださりありがとうございました。また、視聴者さんの好きな東方漫画があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。